大阪の旅行。先週、私は大阪へ旅行に行きました。大阪は大きな町でたくさんの人がいます。私は家族と一緒に行きました。朝6時に起きて7時に新幹線に乗りました。新幹線の中で朝ご飯を食べました。おにぎりとお茶を持って行きました。新幹線は3時間ぐらいかかりました。大阪駅に着いたとき、とても賑やかでした。駅の前には高いビルやホテルがありました。私たちはホテルに行って荷物を置きました。それから大阪の街を歩きました。まず私たちは大阪城に行きました。大阪城はとても大きくて綺麗でした。たくさんの人が写真を撮っていました。私も家族と一緒に写真を撮りました。天気も良くて、空が青くて気持ちが良かったです。それから道頓堀へ行きました。道頓堀には大きなカニの看板がありました。たこ焼きとお好み焼きを食べました。とても美味しかったです。人が多かったですが、楽しかったです。外国の人もたくさん見ました。午後は海遊館に行きました。海遊館は大きな水族館です。中には大きな魚やイルカがいました。ジンベエザメも見ました。とても大きくてすごかったです。子供たちがたくさんいて、みんな楽しそうでした。夜はホテルに帰って夕ご飯を食べました。ホテルの近くのレストランでうどんを食べました。暖かくてとても美味しかったです。その後、ホテルのお風呂に入りました。お湯が温かくて疲れが取れました。次の日の朝、ホテルで朝ご飯を食べました。それからまた町を少し歩いて11時ごろ新幹線で家に帰りました。帰りの新幹線ではみんな疲れて寝ていました。大阪の旅行はとても楽しくていい思い出になりました。また行きたいです。大阪の旅行。先週、私は大阪へ旅行に行きました。大阪は大きな町でたくさんの人がいます。
私は家族と一緒に行きました。朝6時に起きて7時に新幹線に乗りました。新幹線の中で朝ごはんを食べました。おにぎりとお茶を持って行きました。新幹線は3時間ぐらいかかりました。大阪駅に着いたとき、とても賑やかでした。駅の前には高いビルやホテルがありました。私たちはホテルに行って荷物を置きました。それから大阪の街を歩きました。まず私たちは大阪城に行きました。大阪城はとても大きくて綺麗でした。たくさんの人が写真を撮っていました。私も家族と一緒に写真を撮りました。天気も良くて、空が青くて気持ちが良かったです。それから道頓堀へ行きました。道頓堀には大きなカニの看板がありました。たこ焼きとお好み焼きを食べました。とても美味しかったです。人が多かったですが、楽しかったです。外国の人もたくさん見ました。午後は海遊館に行きました。海遊館は大きな水族館です。中には大きな魚やイルカがいました。ジンベエザメも見ました。とても大きくてすごかったです。子供たちがたくさんいて、みんな楽しそうでした。夜はホテルに帰って夕ご飯を食べました。ホテルの近くのレストランでうどんを食べました。暖かくてとても美味しかったです。その後、ホテルのお風呂に入りました。お湯が温かくて疲れが取れました。次の日の朝、ホテルで朝ごはんを食べました。それからまた街を少し歩いて11時ごろ新幹線で家に帰りました。帰りの新幹線ではみんな疲れて寝ていました。大阪の旅行はとても楽しくていい思い出になりました。また行きたいです。